皆さんこんにちは、しおねるです。本日は超お得切符キュンパスの2日間用を利用して旅に出ます。旅の途中、東北新幹線と秋田新幹線の連結が外れてしまい大幅に遅延。トラブルに巻き込まれながらも2つのローカル線を満喫してきました。朝6時台とは思えないほど人であふれかえっている東京駅。本日は今年2回目のキュンパス旅。前回は1日に東北6県を回るというギチギチスケジュールでしたが、今回は観光もローカル線もゆっくりと楽しむ予定です。まず乗車するのは秋田新幹線小町1号秋田行き。秋田は人気の目的地かつ小町が全車指定席のため、キュンパスの指定席争奪戦が予想されます。私は1ヶ月前の10時打ちで無事に予約することができました。6時32分、東京駅を出発。本日も東北新幹線ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は次にご飯を食べられるのはお昼頃の予定なので、朝からがっつり駅弁。駅弁は本当にたくさんの種類があって、どれにするか悩むのも旅の始まりを感じて大好きです。なのですが、今回はあまりにも人が多かったので、悩まず最近お気に入りの本場博多からし明太牛焼肉重を購入しました。明太子一腹丸々入っているのが贅沢ですし、嬉しいポイント。そもそもキュンパスとは、フリーエリア内の JR 東日本全線と一部の第三セクターが乗り放題になる超お得な切符。今回使用している2日間用は今年初めて登場しました。値段は1万8000円と1日用よりも2000円お得です。そしてこれは通常時の秋田駅まで行く場合にかかる料金とほぼ同じ。秋田県に行って帰ってくるだけでも片道9000円という破格。使わない手はないです。キュンパス2日間用は1日に2回、合計4回指定席を利用できます。どうやら私の周りに座っている方々もキュンパス旅のようですね。駅弁を食べてちょっとうとうと、パッと目が覚めると銀世界に入っていました。田沢湖駅に到着。流れているのは小保内節。現在の仙北市田沢湖小保内で生まれた秋田県の代表的な民謡の一つだそうです。次にバスに乗車するのですが、1時間以上待ちます。本当は始発に乗らなくてもそのバスに間に合うのですが、私はもしもの場合を考えて早め早め行動が好きなので、とりあえずで始発できました。巨大な竜がお出迎え。ということで田沢湖駅に到着しました。若干雨が降ってます。今日始発に乗って早めに着いたので、これから田沢湖に向かうんですけど、バスまで時間があります。1時間くらい駅前でプラプラしようかな。こんな感じで、歩くところは雪ないんですけど、除雪された雪が積み上がってますね。そして今日は、まだやってないけど、おうどん屋さんもある。今日は秋田県は雪予報なんですけど、今は3度。なんかね、全然寒くないです。むしろ暑い。あれどうしてだろう。駅1階にある仙北市田沢湖観光情報センターでは、雪んこ体験、生ハゲ体験ができました。
充電もできるし、田沢湖周辺の模型も展示されていたりと退屈知らずの駅。楽しんでいたらバス停にいつの間にか長蛇の列ができていたので急いで移動してきました。これから田沢湖へ行きます。路線バスが何本かありますが、私は田沢湖一周線に乗車。ツアーバスのような感じで主要スポットでの降車も楽しみながら田沢湖駅に戻ってきてくれる便利なバスです。本数が少ないのでそこは要注意。この日は一周線を利用する方が多く、1台では乗り切れないため2台目を走らせてくれました。1つ目の途中下車駅、片尻駅に到着。20分間自由散策できます。ここには浮木神社や金色に輝く立子像があります。永遠の若さと美貌を願い、いつしか竜になってしまったという伝説があるんだそう。雪で滑りそうな場所が多く、普通のスニーカーの方は皆さん降りるのを諦めていました。田沢湖は水深 423.4 メートルという日本一深い湖。瑠璃色と言われる透き通った美しい青は薄暗い空でもわかるくらい美しく神秘的でした。再度バスに乗車し、次は御座の石で途中下車。御座の石神社を参拝して、やばい、雪解け水でべちょべちょになりました再びバスに乗って駅に戻っていると衝撃的なニュースが届きます。東北・北陸・上越新幹線の運転見合わせ。なんと東北新幹線の連結が外れてしまったとのことで、予定していた13時11分発の新幹線も止まってしまいました。なんとですね、この通り東北・北陸・上越新幹線が運転見合わせということで、一応動いてはいるんですが、どんどん遅れていってる感じですね。さっきまでは10分遅れだったものが今35分遅れくらいで、現在は田沢湖に閉じ込められました。ただ考えていてもしょうがないので、美味しいご飯を食べながら今後を考えることに。秋田といえばの掛け合わせ、きりたんぽ稲庭うどんです。秋田駅目の前のお店で今ご飯食べ終わって、現在12時58分なんですけど、つい先ほど12時12分発の東京行きが盛岡まで、走りました。だいたい45分遅れですね。私が乗りたい秋田行きの方はと言いますと、じゃん、今51分遅れの予想です。もうずっと遅れ続けてるので、本当に51分後に発車するかって言われたらちょっと分かりません。田沢湖駅はほとんどがもう新幹線しか走ってないので、田沢湖駅から出られない状況なんですけど、駅には待合室もあるので待てなくはないんですけど、タクシーがねそんなに来ないんですよ。今1台来たけど、なんかすぐにね行っちゃいましたね。なんで人がいなかったら走っちゃうのかな一瞬乗ろうかなって思ったんですけど、角館まで行きたくて、角館までだったらどうなんだろう、タクシ
シーで30分ぐらいいくらかかるんでしょうかまあせっかくなのでこんな機会もないので田沢湖駅周辺をね散策したいなと思います。すごい道路が広いですね。そしてこれが本当にどうやってここまで積み上げたんだろうっていうぐらいの山になってます。これは溶けるの時間かかるだろうな。どれくらいまで残ってるもんなんだろう。で、今は角館駅とは反対方面に向かって歩いています。奥にはね、奥にはというかもうすぐ目の前に大きな山々が見えて、今日はちょっと天気が悪いので雲がかかってるんですけど、なんか湯煙のようにも感じられますね。ちょっとね、幻想的な雰囲気、田沢湖もそうでしたけど、あれなんだろう。ちょっとこの異彩を放った建物が気になって近くまで来てみたんですが、特に何か説明があるわけではないので、文化的な建築物とかではないのかな。何なんだろうね、すごく気になる。現在は横町というところを歩いているみたいです。仙台直送の牛タン焼肉の自販機があります。気軽に食べられるんだ。おいい。皮が減ったら皮ドラ。あ、ど冷えもんですね。駅からまだ少ししか歩いてないんですけど、こちらビフレ、秋田県内を中心に展開しているスーパーだそうです。行ってみようかな。建物の上とかにはもう雪が残ってないんですけど、こんな感じで除雪された山だけがたくさんあるっていう感じですね。今スーパー行ってきたんですけど、なんかこのスーパーオリジナルみたいなものは見つけられなかったんですけど、秋田県小田産のわかめが安くたくさん売られてました。両側じゃなくて片側だけがああやって斜めになっている屋根が多いですね。すごいアンバランスな形。でもあれが雪を滑りやすくするのかな。右側は直角ぐらいですもんね。なんだろうあれ、温泉？違うか。ここは田沢湖線の男坂踏切というところですね。よいしょ。あそこに見えてるのが見えてないのか。田沢湖駅かな。歩いていて見つけたお菓子屋さんでクッキーを購入。ああいうちょっとした屋根の部分も斜めになってますね。昔ながらの雰囲気が素敵な場所を見つけたり、雪国特有の二重扉を見たり、40分ほど散策して戻ってくると、遅れは60分見込みに。14時5分ごろ、乗りたかった新幹線に無事会うことができました。盛岡から秋田間は指定席の利用回数に数えることなく、普通車の空いている席を利用できます。角館駅に到着。現時点で1時間遅れなので、超特急で角館を観光します。ということで、角館駅に到着しました。今から武家屋敷通りに行こうと思うんですが、バス停にいます。なんですけど、さっき一緒に降りた方誰一人いません。めっちゃ不安。時刻表にはちゃんと書いてあるので来ると願います。で、バス停を降りて、ここからは歩いていきます。9分かな？バスのおかげで9分短縮できたので、これはかなり大きいです。はい？これはもうそれなのか？わ
わー、おしゃれな時計。すっごく素敵な街並みで、全部のお家に行ってみたいんですが、今日はね、ちょっと遅延の関係もあって時間がないので、一番行ってみたかった青柳家に行ってみます。なんだ、天気もすっごいいいぞ。さっきまであんな天気だったのに。もう本当に映画のワンシーンに入り込んだかのような。今から突然ね、ここで映画が始まってもおかしくないです。私は何役になろう。ここは400年の歴史があり、角館で最も有名な武家屋敷。武士の暮らしを感じられる場所。時間に胸が高鳴ります。特に甲冑や刀の展示は迫力があり、当時の侍の姿を想像するとワクワクが止まりませんでした。うわー、もう帰らないといけない。もっとゆっくり楽しみたかったけど、ちょっとこの後どうしても譲れない予定があるので、そっちを優先して、これちょっと走って駅に行きます。角館駅戻ってきました。続いて乗車するのは秋田内陸縦貫鉄道です。かなりの秘宝です。なんと秋田内陸線も信号トラブルで動くかわからないので、切符の購入は待ってくださいって言われてしまいました。どうしよう。ちょっと限りなく薄い望みにかけて待ってみます。20分遅れで列車が到着。この後の運転も可能とのことで、なんとか乗車できました。待ってみてよかった。すべて AN8800 型秋田犬っこ列車。オレンジ、黄色、赤と色とりどりで編成の特色を表す装飾が施されています。3両編成ですが、乗車できるのは一番前の車両だけ。一番前にはホームがないので、2両目から通り抜けて乗車しました。中はセミクロスシートでオレンジ色の座席。すいません。そしていろんな秋田犬の姿が乗客を癒してくれる最高の空間です。大変お待たせしました。本日信号トラブルの影響により列車遅れております。各駅停車中野行き発車します。お急ぎのところ申し訳ございません。さあ出発。秋田内陸線は秋田県北秋田市の高野須駅から仙北市の角館駅間を走ります。スマイルレール秋田内陸線の愛称が付けられているそうです。窓から差し込む夕方の柔らかい光に照らされた座席シート。静かな車内に響くエンジン音。ほっとする優しい雰囲気に癒されます。窓の外はこれぞ冬の鉄道旅と冬を感じられる景色の連続で、雪深い森の中を縫うように進む列車からの眺めはまるで別世界。車内のぬくもりとの対比も心地よいポイントだなと感じますね。羽後太田駅に到着。秋田駒ヶ岳がよく見える駅みたいなのですが、少し曇っていることもあって、どれが駒ヶ岳なのかがあんまりわからず、こういう時にアテンダントさんが乗務している観光列車などに乗車したいなと思いますね。ちなみに秋田内陸線では急行森吉というアテンダントさんが沿線案内を行ってくれる列車もあります。
夕方は光がオレンジ色で雪の反射も柔らかくなるので、雪見旅には絶好の時間帯かもなんて思いながら、冬ならではの旅を楽しみます。秋田内陸線の駅はこじんまりとしていますが、それぞれが個性的で温かみがあって、駅に着くたびにワクワク。終点の鷹巣駅までは約2時間45分。乗り心地のいい座席で列車に揺られながらのんびりと進んでいきます。よく見ると秋田犬のシルエットになっています。現在乗車しているのは私を含めて5人。実は角館駅でおそらく中国からの団体客の方がいらっしゃったのですが、運転見合わせにより断念されたようでした。後からふと思ったのですが、その方々が予約していたので3両編成で走っているのでしょうか。外国の方からも人気な路線なんですね。静寂に包まれた雪景色の中、赤い橋がアクセントになっていて、冬の厳しさの中にもどこか温かみがあり、美しい景色です。列車は上檜内駅に到着。こちらは車両にも描かれていた冬の風物詩、上風船揚げの駅。見に行ってみたい行事の一つです。こんなのもあるんだと新たな発見につながるのも駅の魅力の一つですね。座席のミニテーブルにはこんなに可愛らしい路線図が。ワンちゃんの手形が急行停車駅です。そしてびっくりしたのが、車両の前後に充電用のコンセントがありますの文字。実際に利用してみました。なんて優しい路線なんでしょうか。県内一てっぺんの駅、戸沢駅を出発したらカメラの準備。次にどんな景色が待っているのかという期待感がトンネル通過をより特別なものにします。長いトンネルを抜けた時の開放感や思いがけない絶景との出会いは鉄道旅の醍醐味の一つです。さあこの後、秋田県で一番長い列車用トンネル、12段トンネルを走ります。このトンネルはまっすぐなので、入り口と出口の両端が見える瞬間があり、そのタイミングでお願い事をすると叶うと言われています。私はというと、1両の場合は綺麗に見えるみたいなので、行かれる方はぜひ見てみてください。トンネルを抜けると阿仁又木駅に到着。又木がお出迎えしてくれていました。田沢湖駅で買ったレーズンが入ったクッキーを食べながらトンネルを走行中。12段トンネルみたいなことが起きないかなとそわそわしています。車窓から見える景色はさらに雪深くなってきました。お客様へご案内いたします。この先、ひたちな有明間、信号トラブルのため変速方式を変更して運行しています。発車まで少々お待ちください。なお、ただいまこの区間は信号機を使用しません。
緑の旗で出発進行。両側にそびえる木々がまっすぐに伸び、雪に覆われた線路がその間からまっすぐに続いていく、まるで物語の世界に迷い込んだような美しい車窓。音さえ吸い込まれるような静けさを感じます。読みが面白いおかしない駅。関西弁っぽいなと思いました。意味は違うんですが。大俣川橋梁を渡ります。右には緑の橋、国道105号線ご覧いただけます。ただいま橋脚工事中です。左には渓谷がご覧いただけます。こちら一瞬で通過します。ご了承ください。大俣川橋梁を渡ります。一瞬で通過しますのアナウンスにクスッとしながら、透き通った清流までバッチリ見ることができました。列車は秋田内陸線のほぼ中間、阿仁合駅に到着。秋田内陸縦貫鉄道の本社と車両基地があります。ここで切り離し作業。照明が落とされ、エンジンも切られているので、なんだかレアな空間を楽しめた気分。今まで見てきた切り離しとは違って人力要素が強くて、見ていて面白かったです。ここからさらに多くの人を乗せて再出発。色違い、紺色の車両とすれ違い。まるで雪山をかける生き物のようにくねくねと進んでいきます。カーブを抜けるたびに変わる景色に目を奪われ、気がつけば時間を忘れてしまうほど。辺りも暗くなり、鷹巣駅に到着。なんとほぼ定刻の到着でした。ということで鷹巣駅に到着しました。これから、待って、そんなあっち行っちゃうのかな。これから、ここから弘前まで行けます。のんびりと雪見列車の旅をしたのは今回が初めて。秋田犬に癒されながら、とっても楽しくあっという間の旅の時間でした。 JR 奥羽本線に乗り換えて弘前駅へ。こけしやつがにゃんのお出迎えを受けて改札を出ると、大きなリンゴ。弘前といえばリンゴ。今すぐ食べたくてしょうがないです。でもそれは明日のお楽しみ。今日は駅前のホテルに泊まります。ホテルや夜ご飯の様子はメンバーシップで公開していますので、よければそちらもチェックしてみてください。おはようございます。2日目の朝です。まずは駅前から出ているバスに乗ります。みんなこれぐらいの雪だったら青森の人は刺さないんだ。ニューヨークみたい。
弘前城に行きたかったのですが、どれに乗ればいいかがあまりわからなかったので、連れて行ってくれそうなバスに走って乗りました。市役所前で降りると、バス停の目の前にはおしゃれなスタバ。うわー、もう外堀の水が凍ってる。そしてその上に雪が積もってます。うわー、すごい。こちらの追手門口から入ります。あれ、そんな8分もかからなかったな。せいぜい 2,3 分ですね。あ、寒い。わ、結構積もってるぞ、足。これは長靴系じゃないと厳しそう。木を守ってますね。多分昨日の雪でこれぐらい積もったのかな。昨日は多分どうだったんだろう弘前駅前も昨日は全然もう雪、風に避けられてる分だけであんまりなかったんですけど、今日は積もってたので、こんな雪景色の弘前城を見れるのはもしかしたらラッキーかもしれないです。しかもちらちら雪が舞ってるのでね、それも相まって、うわ、目に入ったこういうのを見に来るにも今足がこんな状態です。結構重ってる。真っ白な雪に覆われた道の上に鮮やかな朱色の橋がくっきりと浮かび上がり、まるで絵巻物のような風景。この時期だったら万が一ね、外堀に携帯をこう落としちゃっても拾えなくはないですね。拾ってくれるかは分かりませんが、黒い瓦屋根に積もる白い雪、そして周りのしだれた木々が静かに雪をまとっている様子が冬ならではの幻想的な雰囲気を醸し出しています。春の桜が有名な弘前城ですが、こうして雪に包まれた姿もまた別の魅力がありますね。帰りは東門口の方から出て、童話の世界を感じる素敵な建物へ。ここは喫茶店でいろんな種類のアップルパイを楽しめます。私はテイクアウトで2種類のアップルパイを購入。帰りの新幹線で食べる予定です。さあ、今日のメインイベントのため弘前駅に戻ります。これから乗車するのは10時23分発五能線深浦行きです。出発時間には立っている人が出てくるほど多くの方が乗車しています。車窓からは雪に埋もれたリンゴの木や、頂上は雪に覆われた岩木山も見ることができました。30分ほどで五所川原駅に到着。ほとんどの人がこの駅で降車していました。きっと目的は一緒なのでしょう。そう、津軽鉄道のストーブ列車です。一度駅の外に出て、右手にある津軽鉄道の津軽五所川原駅には長蛇の列。切符はこの列に並んで購入します。時刻表の星マークがストーブ列車運行時間。待合室の暖かさはもちろんストーブです。味わい深い看板や硬券にハサミを入れる音、どこか懐かしい昭和の香りが漂うレトロな駅に心が躍ります。はい、列車、ストーブ列車。普通列車で、帰りの分は終点中里からの購入になります。わかりました。はい、それでは行きは普通列車。はい、乗車券往復です。1740円です。行きは人が多いだろうと予想して、まずは普通列車を楽しみます。スルメも駅で買っておいてねと書いてあったので購入しておきました。もう匂いによだれが。出発の15分前に改札開始。ホームに降りると迎えてくれたのは走れメロス号。津軽鉄道が走る金木町は太宰治の生まれ故郷であることから名付けられたそうです。ホームには古い貨車ワム5が留置され、その独特な雰囲気を多くの人が写真に収めていました。そしてホームから感じるその味わい深い空間を
駅員さんの制服姿がさらに引き立てます。車内はセミクロスシートとなっており、その色合いからも時代を感じさせます。窓が大きめなので景色を眺めながらのんびりとした鉄道旅が楽しめそう。さあ出発です。今日は天気も不安定で外は真っ白。もう眩しくて眩しくて目が開けられないくらいです。津軽鉄道は津軽五所川原駅から津軽中里駅間を結ぶ日本最北を走る鉄道路線です。もう3月も中旬ですが、外を見ると吹雪いています。さすが北国。力強さも感じるその景色に夢中になります。加瀬駅には何やら賑やかで楽しそうな列車が。元SMAPの香取慎吾さんがテレビ番組の企画で地元の小学生たちと絵を描いた思い出の車両なんだそうです。現在のデザインは2017年に香取さんが再度訪れ再塗装したものだそう。慎吾列車として親しまれています。そして津軽鉄道では現在もタブレット交換が行われており、その様子を見ることができます。列車には本が置かれていました。とても温かみのある光景だなと感じます。45分かけて最北の駅津軽中里駅に到着しました。駅で帰りのストーブ列車券1000円を購入。行きでストーブ列車に乗った方々は駅に併設されているご飯屋さんでまったりされているようでした。先頭に並んでいると煙突から煙が上がっていて期待感が高まります。さあいよいよ乗車です。キンと冷えた空気の中にストーブ列車の煙の香りがふわっと広がり、旅情を一気にかきたてられます。車内の雰囲気は特別でレトロな情緒がたっぷり。外の寒さとは対照的に車内にはだるまストーブの柔らかい暖かさが広がり、何とも言えない懐かしさを感じます。座席は自由席。ストーブの目の前の席に座ることができました。ストーブ列車は2両ありますが、1つは団体席となっています。うわ、水垂れてきてる。暖かくて上着は必要ありません。網棚にしまって準備バッチリ。目の前には石炭が赤くゆらゆらと燃えているのが見え、その横には石炭が積まれています。天井に煙突が伸びているのも面白いですよね。そして車掌さんが石炭をくべる様子までじっくりと見れちゃいます。こんな特等席、出発前から最高の気分です。スルメを購入した方は袋を開けて待つそう。早速目の前でスルメを焼き始めてくれました。ありがとうございます。はい。パチパチと音がして香ばしい香りが漂います。何もしてなくても匂いはするのに、ついクンクンと嗅ぎに行ってしまう癖になる美味しい匂いです。もうこれを見ているだけで満足感がすごいです。
そして外はこんなにも寒そうな雪景色。これぞストーブ列車を存分に堪能できて至福のひとときです。さて私のスルメも焼き上がりました。出来たてを手で裂いて袋に入れてくれます。あったかい状態で食べたことないかもしれない。はい、ありがとうございます。では早速いただきます。もう最高以外の言葉が出てきませんでした。人生で食べたスルメの中で一番圧倒的に美味しいです。そして車内では津軽弁で沿線情報などのアナウンスをしてくださいます。のんびり心地よい空間。今日は久しぶりのストーブ列車日和だとのこと。こういう車両でないと楽しめない窓の隙間から入ってくる雪、風を存分に楽しんでくださいとアナウンスがありました。本当にちょうどいいストーブの暖かさで超快適リラックス空間です。沿線にはこのような異国情緒あふれる建物も多くありました。スルメと一緒にお酒を楽しまれている方も多く見られますが、私はリンゴジュースを。カーテンにはたくさんの人の思い出が染みついていそうですね。気づいたらもうすぐ五所川原駅。津軽弁が心地よく響き、スルメやストーブの匂いに包まれながら雪景色に癒されるひととき。日常を忘れ、ゆっくりと流れる時間に身を委ねることができた体感10分くらいの45分間の旅でした。そして乗車時にはバタバタで撮れていなかったのですが、ストーブ列車を牽引していたのはディーゼル機関車。ディーゼル機関車での運行は少ないと聞いていたのでラッキーでした。
では14時33分発五能線弘前行きに乗り換えて青森駅へ向かいます。のっけ丼で有名な青森魚菜センター直営店の青森キッチンポペさんでマグロ丼をいただいて新青森駅へ。18時25分はやぶさ44号東京行きに乗って帰ります。今回は初めての2日間券を利用。指定席をそれぞれ2回ずつ利用できるところ、行き帰りの1回ずつしか使用しませんでした。それでも合計36,069円のところ18,000円で行けたので21,069円もお得に旅ができました。秋田や青森に行く場合はほぼ片道の金額で往復利用できるので、行くだけでお金がというハードルをぐーっと下げて、とにかく自分のしたいことを楽しめるというのが大きなメリットかなと思います。今年もキュンパスには本当にお世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。